こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、ジジさんからの質問です。斉藤直樹さん、質問を見てくれてありがとうございます。いつも添削動画など、とても勉強になり、楽しみにしています。早速ですが、質問させてください。私は今、自分の絵、または自分自身のキャラクターデザインが好きになれず、悩んでいます。自分の絵を好きになるにはどうすればいいでしょうか？嫌いとまではいきませんが、特にキャラクターデザインになると、ずっとモヤモヤ状態で、完成させ、やっぱり違うとなり、次の絵に移ります。これまでに、いわゆるうちの子といううちの子たちは、15人以上描いてきましたが、そのどの子も最後まで好きになれなくて、自分でもショックでした。私の周りの方々は、みんなやはり自分の絵やうちの子をとても気に入っていて、描いているのも楽しそうで、そうなりたいなと思うことが多いです。今までたくさんの素敵なイラストレーターさんや動画を参考にして、自分の好きな要素や体型、性格、絵のスタイルなどはあるはずなのに、たとえ好きを詰め込んでもいい絵、ずっと描きたい子にはならず、悩み始めて数年、未だ解決しません。職業はアニメーターをしています。関係があるかはわかりませんが、いろんな絵を見るから理想が高いのは自覚しているのですが、近づけたとしても好きにはなれなくて、同じ悩みの人も見つからず、思い切って応募いたしました。ぜひ、斉藤直樹先生の考え方や意見などを聞かせていただけると嬉しいです。質問、うまくまとまらずすみません。いつも応援しています。目を通してくださりありがとうございました。はい、ジジさん、ご質問ありがとうございます。好きを詰め込んで、オリジナルキャラを15人以上生み出しているんだけど、書いても書いてもそのキャラクターが好きになれないっていうことなんですね。いや、まずね、15人生み出すのって、それは相当すごいことだと思うので、まずはそれ自体誇っていいと思います。素晴らしいです。はい。その上で聞いてほしいんですが、ジジさんが自分のキャラクターを好きになれないのはですね、それは当たり前のことですね。はい。当然です。なぜかっていうと、その答えは明確です。その原因はですね、一言で言うと、キャラクターに好きだけを詰め込んでいるからです。オリジナルキャラって好きを詰め込めば、当然自分の好みのキャラクターができるんだから、一番好きな状態になるんじゃないのって思うかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。キャラクターってですね、好きだけで構成しちゃいけないんですよ。いやまあ、いけないってことはないんですが、好きだけを詰め込むとですね、なんていうか、上辺だけのキャラクターになりがちというか、ものすごくこう、浅い、引っかかりのない、深掘りのしようのないキャラクターになりがちなんですね。いやまあこれ、実生活でもそうじゃないですか。例えばこういうことってあると思うんですが、あなたは小さい頃にいくつかの習い事をしていました。習字、水泳、料理教室、手芸、なんでもいいです。その中で、習字と料理教室、あと手芸はなんかすんなりできちゃって褒められたんだけど、水泳だけは、なんかできなくはなかったんだけど、でもこう、思うようにはうまくいかなかった。できそうな感じはあるのに、なんかうまくできない。なんでだろう？なんでできないかが気になってしまって、そこでこう、いろいろ考えます。息継ぎが良くなかったのかな？もっとこう、思いっきり息を吸えばよかったのかな？いや、フォームが悪いからちょっと沈むんじゃないだろうか。あ、そうか。足が沈んでいるから、それに引っ張られてしまって、体全体が沈んじゃうのかな？いまいちね、こう、うまくいかなかったことを考えてみて、で、次にやった時に、うわ、うまく泳げた！やったってね、成功する。で、そこで思うんです。俺、なんか楽しい。俺、水泳向いてんじゃね？てか、このスポーツ好きかもって。おそらくね、あなたはこの場合、なんかすんなりできちゃって、すんなり褒められた、習字、料理教室、手芸よりも、なんでうまくできなかったんだろうっていう疑問を自分の力で解決することができた、水泳の方を好きになりやすいんじゃないかと思うんですね。全くできなくてね、超苦手っていう場合には違うと思うんですが、ある程度できることなら、その中でもね、なんでこれはできなかったんだろうって疑問を持てるものの方が好きになりやすいんだと思うんですね。そうなんです。人間が何かを好きになるプロセスって、おそらくね、このなんでっていう疑問が途中で程よく挟まっていないと、あんまりこう深くは好きになっていけないものだと思うんですね。で、これはですね、キャラクター作りにおいても似たようなことが言えると思います。キャラクターについても、なんでって思える要素が入っていた方が、何度も書いているうちに、なんでこのキャラクターはこうなんだろう？なんでだろうってね、自分の中でこう熟成が進んでいって、どんどんキャラクター像が膨らんでいって、好きになってしまうものだと思うんです。例えば分かりや
やすい例で言うと、僕がよく描いているオリジナルキャラクターで、田中ちゃんっていうキャラクターがいるんですね。はい。この人なんですが、この人ですね、メイド服を着ているのに、足元を見てみると、はい、長靴履いてるんですよ。おしゃれなブーツとかじゃなくて、こう、農家のおじさんが農作業で履いているような長靴です。なんでってなるじゃないですか。もうね、好きだけを詰め込んでいたら、長靴好きとかって人は稀ですから、こういった要素は入り込む余地がないと思うんですが、僕はこういうですね、ちょっとこう、ギョッとするような要素を意識的に取り込むようにしています。理由は今言ったように、なんでってね、見ている人たちに思わせるのと同時に、自分自身も、なんでこのキャラクターはこうなのと疑問が浮かびやすいようにしたいからです。そうすることによって、どんどんこう妄想が膨らんでいって、キャラを好きになれるんですよ。田中ちゃんはもしかしたら、家が酪農家で牛を飼っていて、おしゃれはしたいんだけど、家の手伝いもしたい。その間で揺れ動いた結果、メイド服と長靴が悪魔合体。相入れない要素を無理やり繋いじゃったのかなとか。いやでも普通やらなきゃいけない家のことなんて、もう年頃の女の子なんてね、反発して、おしゃれに振り切っちゃうところを、長靴だけこう履いておくところなんて、田中ちゃん変な子だけど、実はすごく家族思いのいい子なんじゃないかみたいな、そういうキャラクターの内面まで深掘っていくことができるんですよ。実際ね、僕がデザインして人気になっているようなキャラクターってすごくね、こう見た目がいいだけじゃなく、なんでそんなことなってんのっていう造形になっている場合が多々あります。例えばこう、背中に招き猫背負ってたり、頭に変な角生えてたりね、意識的にちょっとだけギョッとする要素を加えているわけです。これはですね、僕だけじゃなく、今活躍されている漫画家の先生に聞いてもですね、そのキャラクターが得意なこと、できることだけじゃなくて、それと同時にとんでもなくできないことも、そのキャラクターに持たせるそうです。このキャラ、この能力は突出しているのに、この部分は絶望的にできないんだ。なんでって、はい、このなんでがそのキャラクターに対して愛着を深める大事な要素になるってことなんですね。質問者のジジさんはもしかしたら自分の好きを詰め込もうとするあまり、キャラクターにそういったなんでを持たせることをしてないんじゃないでしょうか。だからキャラクターに対する興味がそこで終わってしまって、君ってなんでそうなのってね、キャラクターを深掘りできずに好きになりきれてないのかもしれません。もしそうだとしたらね、今日僕が紹介した考え方取り入れてみると改善するかもしれません。諦めないで応援しています。次の質問です。30代 SE さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつもためになる動画ありがとうございます。早速質問なのですが、先生は仕事と恋愛のバランスをどのようにとっていましたか？私は生活できるぐらいには稼げるようになりましたが、恋愛をしたいと思うたびに未熟な自分が創作の時間を削ってまで恋愛をして良いのだろうかと考えてしまい、行動に移せずにいます。どのような基準で恋愛活動を許容すればいいのかもわからず、ストレスが溜まったり、同世代の友人から恋愛や結婚の話を聞くたびに嫉妬や焦りを感じてしまいます。先生はご結婚されていますが、お付き合いをされていた当時はどのようにご自身の行動を捉えていましたか？プロのクリエイターの方々はどのように折り合いをつけているのでしょうか？アドバイスをいただけると幸いです。とのことです。はい、SE さん、ご質問ありがとうございます。僕にこんなこと聞いていいのかなって思う内容なんですが、一応僕なりに一生懸命答えてみようと思います。まず最初に断っておきたいのは、僕は女性じゃないので、女性視点では全然わかんないです。すいません。あくまで男性視点で語らせていただきます。まずですね、僕がこの質問を聞いていて率直に思ったのは、SE さん、おそらくね、文章から男性かなって思ったので、この質問に答えようと思ったんですが、男性の場合は特にですね、恋愛と結婚は別物だと思っておいた方がいいんじゃないかなと思いました。SE さんは恋愛をしたいのか、それとも結婚をしたいのか、ちょっとこう、ごっちゃにして考えている節があるので、まずは恋愛と結婚、どっちをしたいのかをはっきりさせた方がいいなと僕は思います。で、なんで僕がそう思ったのかっていうと、僕は SE さんはどっちかっていうと、恋愛じゃなくて結婚をしたいんじゃないかって思ったからです。いや、だって SE さんの質問の中には、バランスっていう言葉が出てくるんですが、バランスを取るっていう発想はですね、結婚においてはそういう発想が出てくるんですが、恋愛においてはですね、あんまり当てはまらない感覚だなって思ったからです。まずはちょっとここから話すんですが、恋愛と結婚の違いについて言うと、僕の認識ではですね、結婚は
するものなんですが、恋愛は落ちるものなんですよ。ですね、結婚ってなんか気づいたら結婚してたみたいなもんじゃありません。よし、この人と結婚するぞってめちゃくちゃ自発的に行動を起こさないと結婚にはね至りません。だからね、僕は妻と結婚するときにはもうこの人と結婚する、もう絶対この人って超自覚的でした。それに比べてじゃあ過去の恋愛はどうだったかっていうと、気づいたら好きになってるみたいな、そういう恋愛するっていうよりかは落ちるっていう感覚に近いと思うんですよね。別にね、恋愛なんてするつもりなかったのになんか気づいたらしてたみたいな、そういう感じ。いや、ごめんなさい。これ全然共感できなかったらごめんなさいね。僕の正直な感覚をお伝えしているので、特に女性に対しては全く共感できない部分も多いと思うんですが、そういう人もいるんだなぐらいに考えて聞いておいてくださいね。いろいろ言いたいことはあると思うんですが、もし異論とかがあったらね、コメント欄に書いていただけるといろいろな考え方が聞けて面白いと思うので、そういう方はぜひコメント欄に書き込んでください。でね、僕がなんで特に男性の場合には恋愛と結婚分けて考えた方がいいって思うかというと、男性の場合はですね、恋愛感情の先に結婚があるっていう風に思い込んでいるとちょっとね危険ですね。結婚した後でおそらく後悔することが多いですし、相手の女性を結果的に傷つけることになってしまうかもしれません。っていうのはですね、少なくとも男性にとって恋愛っていうのはおそらく 99% 性欲による衝動なんですよ。人によって個体差はあると思うんですが、少なくとも 90% はそうだと思います。恋愛ってですね、愛っていう文字が入っていますが、おそらくね、女性が思っているようないわゆる愛みたいな感覚ってそこにはないですね。ほぼ衝動だけです。というか、これはひょっとしたら言い過ぎかもしれないんですが、男ってですね、そもそも愛なんていう感覚って持ち合わせてないんだと思うんですよ。もともと自分の中には愛なんていう感覚はないにもかかわらず、性欲を愛だと勘違いしてですね、男性が自覚なく俺は愛情深い人間だなんて勘違いしている人が多いから、不幸な事故が多発しているんだと思うんですよ。はい。僕が好きなバンドザ・イエローモンキーの吉井和也さんもこう歌ってますよ。これは愛だといつもその時は思うって。はい。男はね、もう残念ながら愛なんていう感覚持ち合わせてないんです。衝動を愛だって勘違いしているだけ。でですね、一方で結婚ってどういうものなのかっていうと、もともと我々男にはそもそも愛情なんていうものはないにもかかわらず、その愛情を無理やりなんとか育もうとするのが結婚だと僕は考えています。はい。もともと男にはね、愛情なんていう感覚ありません。でも、愛めいたものを無理やりなんとか後天的に生み出すことはできます。愛めいたものをひねり出すのに重要なのは、これね、言葉にするとめちゃくちゃひどい言い方になるんですが、この人は俺の役に立つっていう感覚と、俺はこの人の役に立てているという感覚を両立させることですね。これ大丈夫かな？炎上するかもな、これ。まあいいや。はい。もうね、性欲とは全く別物の実益の部分。これね、めちゃくちゃ身も蓋もない話で、女性にとったらね、お前最低やなって思われそうなんですが、まずはね、少なくとも男にとっては、この人役に立つなーって本心から思えないと、男にとっての愛ってね、発生しないんですよ。はい。いやでもね、逆に言えば、役に立つって思えれば、めっちゃ愛を感じることができます。少なくとも僕にとってはですね、この人めっちゃ役に立つなって感じと、今俺めちゃくちゃこの人にとって役に立ててるんじゃねっていう感じ。その二つの感覚を同時に感じることで、あれ？これってもしかして愛なんじゃって愛めいたものを育むことができました。いや、ですね、役に立つとか言うとめちゃくちゃ冷たい言い方に聞こえるかもしれませんが、これもうちょっと単純な話でですね、例えば分かりやすい例で言うと、よく女の人向けのアドバイスに、男の人は胃袋をつかみなさいっていう言葉があるじゃないですか。あれはね、本当です。僕が妻に対してね、最初に愛めいたものを感じたのって、まさに胃袋をつかまれた時です。妻はですね、これ自覚的にやったのかどうかはわからないんですが、付き合い始めて1ヶ月ぐらいしたらですね、彼女タッパーに入れた料理を僕の一人暮らししていた自宅に持ってきてくれるようになったんですよ。数日間分のね、料理をこう冷凍庫に入れておいてくれて、これ食べるんだよって置いていってくれるんですよ。その料理がね、もうめちゃくちゃ美味しくて、いやもうこれ本当に単純なんですが、それをこう食べながらですね、やっべえ、これうんまっ、これ好きすぎる、これ愛かもって愛めいたものが発生する瞬間だったんですね。はい。男って単純でしょ？僕が、
愛めいたものって言ってるのは、おそらくね、愛って、女性はね、自然に持ち合わせているものだと思うんです。自分の損得感情を超えて、誰かにね、無償の愛を注ぎ込む姿、すごいなって思うんですが、僕ら男ってですね、もうちょっと利己的で、どす汚い生き物で、多分ね、役に立たないものを好きになることができないんじゃないかと思うんですよ。で、SE さんが言う、バランスを取りたいっていう発想はですね、おそらく SE さんは知らず知らずに恋に落ちてしまうような恋愛をしたいわけじゃないと思います。もし本当にしたいんなら、すでにやってると思うので、だからね、そういう衝動は薄めなんだと思うんです。SE さんがしたいのは結婚であって、おそらく質問文から考えるに、SE さんが相手に望むのは、未熟な自分の創作の時間を削ることなく、そんな自分と関係を継続してくれる相手なんじゃないでしょうか。で、そんな一方的な SE さんの要求を飲んでもらうには、それと同等か、それ以上に SE さんが女性に差し出さなきゃいけないものもあると思います。お金なのか、精神的な安定なのか、生活環境なのか、そこは相手の女性によると思いますが、相手の女性にとっても SE さんが実益として役立つことが重要だと思います。ちなみに僕の妻はですね、地元が大好きで、地元を離れることなく専業主婦をしたいっていうのが彼女が望んでいた実益だったので、僕が差し出したのはその環境ですね。相手が SE さんの役に立つこと、そして SE さんが相手の役に立つこと、この両方のバランスを取ることができれば、SE さんが望むような関係は築くことができるのではないでしょうか。いや一応言っときますが、それそのまま伝えちゃダメですよ。俺の役に立てみたいな感じに言われたら、誰でも引きますからね。そういうんじゃないんですが、少なくともね、長く建設的な関係を築くなら、恋愛と結婚は別の問題として自分の性質を理解しつつですね、相手を選ぶ必要があるなと僕は思います。はい、うまくバランスが取れるといいですね。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回はキャラクターデザインについてのお話がありましたが、もっと詳しくキャラデザのことを知りたいという方はですね、こちらの動画、気まぐれ添削156キャラデザのコツ公開しますもおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。